さあ今回も名人何がすごいのシリーズをやっていきます。毎度の流法なんですけれども、名人に関してはお詳しい方もたくさんいらっしゃるでしょうから、狭い知見ながら、僕なりのね独自の観点の考察ということで、ご容赦いただければと思います。さあ今回はですね、木田林翔英です。叩きの名人ですね。青年1911年ということで白川郡八郎の2年後輩にあたります。同時代の奏者ですね。で、引きの竹山に対して叩きの林翔英なんてよく言われますけれども、僕ね正直師匠に勧められた中で唯一良さが分からなかったんですよ。最初は他のね先輩奏者とかにも聞いたんですけど、具体的な答えが返ってこなくてね、何がいいんだろうなと思ってたんですよ。いやこれね別に木田林翔英下手じゃんっていうことを主張したいわけじゃなくて、むしろ逆でどこが良かったのかっていうのを、どこに視点を持ってどこに着目してどこに傾聴して聞くとその良さを盗めるのかなっていうのが知りたくてね、そういう風に聞いてたんですけど、結局分かんなかったんですよ。でしばらくして、いろんなものがね分かるようになってからようやくそういうことかっていうのが分かったので、もしかしたら勉強に根気がいるかなと思います。直感的にその木田林翔英の音が好きだとかフレージングがかっこいいとかっていうのはいいんですけど、その専門技術的にどこがいいエッセンスなのかっていうのを見つけるのは結構難しいので、ここで喋って工学に生かしていただければいいかなと思います。さあそのようやく見つけたね林翔英の凄さっていうのを見ていきましょう。まず木田林翔英に象徴される叩きなんですけれども、まずね糸がね通常30っていう、30問目、太さでいうと 1.3 ミリ強から 1.4 ミリ弱のところ40っていうもうとてつもない、僕も見たこともない太いゲージを使ってたんですよね。でその他にも、技術的なところ言うと見た目じゃね分からなくてリズムを注意してよく聞くと分かるんですけれども、実は林翔英が初めて皮を押し込む叩きを使い始めたんじゃないかなって僕は推測してるんですよね。郡八郎も音は大きいんですけれども、バチをね振って表面をカーンって叩くやり方に聞こえるんですよ。皮を深く押し込んでないような音質とかリズムに聞こえるんですよね。タン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 って軽く弾んだような音で、一方で林翔英はバチが皮に当たった後さらに自分のおへそに向かって押し込むような音質とになっているように聞こえるんですよ。郡八郎がタン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 って軽く弾んでる音なのに対して林翔英はダーンダーンダーンってダで皮に当たった後にあーんってもう一押ししているような感じに聞こえるんですよね。でこれ理にかなってて、物理的に音量稼ぐためには物が振幅しないといけないですから、皮を大きく振幅させないとね最大音量得られないんですよね。で僕も振るだけじゃなくて皮に当たった後自分のおへその方に親指で押し込んでください、そういうのは大事ですよっていう風に教えてるんですけど、まさにそういうことだと思います。で林翔英は皮張りにうるさかったらしくて、納得いかないと職人の前で皮をね目の前で新品の皮を裂いちゃったなんて噂も聞くんですけれども、どうやらその皮を目いっぱい張らせてたわけではなく、ちょっと緩めに張るように頼んでたみたいなことを聞いたことあるんですよ。これも本当だとすると、真実わかんないんですけど、このエピソードも皮の押し込む感覚を大事にしてたんではないかなっていう僕の、推論が補強できるエピソードだと思うんですよね。多少たわんでないと押し込めてるかどうかわからないですよね。でさらに僕林翔英の映像いくつか見たことあるんですけど、後ろバチの振り方がほぼ内旋外旋のみなんですよ。内旋外旋っていうのは手が皮から離れる叩き方ですね。でこれってバチを振るっていうより皮にバチを面で押し付けるフォームなんですよね。で実際これやると糸の内訳の正確性が落ちて1の糸と2の糸同時にジャーンってなっちゃったとか、単純にテンポが速く弾けない、スピードが出ないんで、本当は手を皮から離さず海内海外でバッチを振って、で皮に当たってから内旋を加えて押し込むっていうのが一番合理的なんですけど、これもやはり内旋外旋のみの動きが押し込みの意識が強かったってことを物語ってるのかなと思うんですよね。っていうのが叩きの話で、もう一つはね歌付けの間なんですよ。歌付けの名手としても名高いんですけれども、
歌付けのね間が絶妙で、なかなか真似するのが難しいと思います。象徴的なのが3拍子で表記されがちなよされあいや三下がり、これらの曲を7拍子で弾いてるとこなんですよ。三味線 TV でも毎度主張してるんですけれども、3拍目の後ろ鉢を少しもたらせると7拍子になっていいグルーヴになるんですよね。でちょっとやってみますと、3拍子で弾いちゃうと、123123123、こんな感じになってしまうと。でこれを123じゃなくて123って3をちょっと大きく言うと、こういう感じになると。つくつくたかつく3123っていうリズムですね。で現代では歌付けの上手い人はまず3拍子では弾かないです。3拍子で弾いちゃうと、素人っぽいっていうか、その合奏曲で習ったよされ節みたいな感じになっちゃうんですけど、これっていうのはその7拍子を最初に弾いたのが木田臨床絵なんじゃないかなって思ってるんですよね。グンパチロはね完全に3拍子でやってて、他のマイナーな先人が始めた可能性もなくはないんですが、確認できる限りで最初にやったのが臨床絵かなと思います。で次にフレージングの特徴なんですけれども、良くも悪くも地味です。現代の価値観で言うとテクニカルさが足りないとか、運指に面白みがないとかね、そんな風に捉えられるかもしれないんですけれども、これがね歌付けに生きるんですよ。わりかし他の同時代の奏者、あるいは以前の奏者は歌の旋律と三味線の旋律がぶつかってるんですよ。ですが木田臨床絵のフレージングっていうのは歌の旋律にぶつからないんですよね。メロディアスにするっていうよりも、メロディアスっていうのは3の糸でこうメロディーをガンガン弾くっていうよりも、1の0、2の糸の0みたいな開放弦を多く使ってグルーブ、リズムを安定させることを重視したようなフレージングで、これってかなり歌いやすいんですよね。そういったフレージングにかなり特徴があるかなと思います。というようなことが特徴なんですけれども、皆さんねぜひ参考にしてほしい点なんですけども、その表面的な発音じゃなくてその奥にある間というものが非常に勉強になる点なんだと思うんですよね。内線で皮を押し込む感覚や、そのよされなどの3拍子の曲の3拍目を大きく取って7拍子にする、7拍子の大きなおおらかな間を取ることなんかがそれに当たるんですよね。なかなかいつ音が鳴ったとかフレージングだけ聞いてるとあんまり良さって分かんなくて、その発音した後の話、ダンなのかダーンなのかとか、123だけ123っていうこのもうバチで音を出しちゃった後のこの浮いてる時の腕を浮かせてる時の間とか、そういうものに着目しないとなかなか良さがとか凄さがわからない気がするんですよね。だから呼吸の浅い演奏にならないということが木田臨床絵の真骨頂であり、そこが多くを学べるところなんじゃないかななんて僕は思ってます。だから木田臨床絵のすごさは音がでかいとかそういうことじゃなくて、間の取り方とかその発音以外の発音してない時の動きとか、そういうところにすごく凄さがあるんじゃないかななんて思ってます。はい、ということで、梅田芳月や白川群八郎と比べると比較的手に入る音源も多いので、皆さんもちょっとぜひ調べて、聞いてみてください。はい、それでは。